修二から話は聞いてるよ。日本からの長旅お疲れ様。あ、ちょっとだけ聞き取れた。修二って東野のお兄さんだよね。うん。あと日本からの長旅お疲れ様って。ってことはこの人が？ああ、兄さんが頼んでくれた迎えの人だろう。はじめまして、俺は青柳東也と言います。今夜は仲間と一緒にお世話になります。東也、いい名前だね。話しやすそうな人だな。年齢は父さんと同じくらいだろうか。どこかで顔を見たような気もするが。僕も自己紹介をしなくっちゃね。僕はロイド・ホッパー。この学院で講師をしてるんだ。ロイド・ホッパー。なんか聞き覚えある気が。ジャズキャットって映画で劇中曲の作曲と演奏をしてた人が同じ名前だったような。それって去年有名な映画の賞を取ったやつ？思い出した。映画の中で使われた曲がすげえ流行って行く先々でかかってたな。おや、もしかしてあの映画を知ってるのかな？はい、日本でも上映されてロングヒットになりましたから。そう言ってもらえると嬉しいね。日本にいる友人は全然感想をくれないんだよ。それは少し寂しいですね。ロイド・ホッパーといえば世界的に有名なジャズピアニストの一人だ。映画音楽の他にもクラシックの名曲をジャズの文法で解釈したアルバムが話題になっていた記憶がある。ニューヨーク音楽院は教員も著名な音楽家ばかりだと聞いていましたが、まさかこんなところでお会いできるとは思いませんでした。しかしわざわざ迎えに来ていただくとは。気にしないで。それに君たちは運が良かったよ。運が良かった？ああ、そういえばまだ詳しい説明ができていなかったな。俺たちが今夜泊めてもらうのはホテルではなくてニューヨーク音楽院の学生寮なんだ。なんで待ち合わせが音楽院の前なんだとは思ってたが。でもお兄さんがいる青柳くんはともかく私たちまで泊めてもらっちゃって大丈夫かな？身内が音楽院にいるわけじゃないし完全な部外者だもんね。そこは心配ないそうだ。ニューヨーク音楽院は普段から寮の空き部屋を観光客向けに貸し出しているらしい。つい最近学生の引っ越しで空いたばかりの部屋があって、自分たちで掃除をする代わりに無料で借りられることになったんだ。なるほどな。タイミングが良かったってわけだ。掃除くらい全然する。まさかこういう形でニューヨーク音楽院に来ることになるとは思わなかったな。やっぱり東也は彼に似てるね。彼というと修二兄さんのことでしょうか？確かに修二にも似てるね。でもどっちかっていうと春道の若い頃にそっくりだよ。おい、今言った春道ってお前の親父のことだよな。あもしかしてロイドさん、青柳くんのお父さんの知り合いなのかな？どうだろう。俺は知らないが、仕事関係で会ったことがあるんだろうか。だが仕事上の知り合いにしては
かなり親しげな口調に聞こえた。ん？僕、何か変なことを言ったかな？いえ、そういうわけじゃないんですけど。ロイドさんは、トウヤのお父さんと、ダメだ、単語が出てこない。ロイドさんは、俺の父と知り合いなんですか？そうだよ。僕はこの学院の卒業生でね。春道は同級生だったんだ。同級生？うん。とは言っても、半年だけだけどね。春道はウィーンの音大から、ここ、ニューヨーク音楽院に留学してたんだ。